レクサンドロス大王の死とその影響。イントロダクション。アレクサンドロス大王は、世界史上最も有名な指導者の一人であり、彼の死はその後の世界の歴史を大きく左右しました。彼の統治した帝国は広大で、その影響力は広範囲に及んでいました。彼の死後、その帝国は4つに分割され、それぞれが独自の道を歩み、文化の発展に寄与しました。この動画では、スンダモンと四国メタンが、アレクサンドロス大王の死とその影響について対話を交わします。アレクサンドロス大王の死。アレクサンドロス大王ってどうやって死んだのだ？実は彼の死因ははっきりしていないの。彼は323年 BC にバビロンで急に病気になって、その数日後に亡くなったの。その時彼はまだ若くて32歳だったの。毒殺説もあるけど、真実は誰にもわからないのよ。それは謎なのだ。でもそんなに若くても死んじゃうのだ。そうよ。だから彼の死はその後の世界の歴史に大きな影響を与えたの。彼が生きていれば世界はどう変わっていたか誰にもわからないわね。彼の死後の帝国。アレクサンドロス大王が死んだ後、その帝国はどうなったのだ？大王が死んだ後、彼の帝国は4つの部分に分かれたの。それらはセレウコス朝、プトレマイオス朝、アンティゴノス朝、そしてカッサンドロス朝と呼ばれているの。各部分はそれぞれ独自の道を歩んで、それぞれが新たな文化を生み出して、その結果東西の文化交流が生まれてヘレニズム時代が始まったのよ。4つの部分に分かれたって、それは戦争とかなのだ。実は彼の死後、彼のジェネラルたちが帝国を分割することになったの。それぞれが彼の偉業を引き継いで自分たちの領土を拡大していったのよ。彼の死の影響。彼の死が後の世界の歴史にどんな影響を与えたのだ？彼の死後、彼の帝国が4つに分割されて、それぞれが別々の道を歩んだことで、文化や科学、哲学などの交流や発展が促進されたの。それから彼の死は東西の文化交流をもたらしてヘレニズム時代を生み出したのよ。ヘレニズム時代って何なのだ？ヘレニズム時代はアレクサンドロス大王の死後、ギリシャの文化が東方に広まった時代のことを指すの。この時代には文化、科学、哲学とかが大いに発展して、その影響は今日まで続いているのよ。まとめ。アレクサンドロス大王の死はその後の世界の歴史に多大な影響を与えました。この時代には文化、科学、哲学などが大いに発展し、その影響は今日まで続いています。アレクサンドロス大王の死がもたらした影響は、我々が今日生きている世界にも深く根ざしています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。